第113回看護師国試分析解説していきます。前回はこの成人看護までやって、過去問1問解きました。今回は周産期看護から精神看護まで見ていこうと思います。周産期は相変わらず分量が多いですね。で、新生児と妊娠期とあと出産に分けてキーワードを取ってきました。新生児に関して疾患が先天性心疾患と先天性食道閉鎖症が出てました。先天性心疾患に関してはこれらの疾患が出てきてて、ファローの視聴症よく出ますね。なぜ大事かというと、チアノーゼを伴う先天性心疾患として一番多いのはファローの視聴症だからです。ファローの視聴症、こちらに書いてみましたので見ておいてください。先天性食道閉鎖症は出生後の症状として口から包末状の唾液が流出してきます。食道が閉鎖しているのでね、口から唾液が逆流してくるってのは直感でわかるかなと思います。解剖整理では今回の試験では卵円孔が出てました。卵円孔がどうやって閉鎖するかが試験に出てました。卵円孔というのは右心房と左心房の間にある穴のことですね。肺血流量が増加することにより左心房内圧の上昇により閉鎖します。また新生児マススクリーニング検査が出てきてました。新生児マススクリーニング検査に関しては早期新生児に採血をする検査なんですけど、項目に関して医療の進歩によって増えていくので、その都度確認していきましょう。あとは成長とアプガースコア。アプガースコアは品質ですよね。確認しておいてください。続いて妊娠です。今回出てきたのが妊婦検診の受診の頻度ですね。23週までは4週に1回。24週から35週まで2週に1回、36週から出産までが1週間に1回が出てきてました。出産に関してこれらのキーワードが出てきました。週間流産というのは流産を3回以上繰り返すことを週間流産と言います。これが試験に出てました。また早産は22週から36週6日、正規産は37週0日から41週6日、下記産が42週0日以降、また帝王切開も出てきます。続いて小児看護を見ていきます。小児看護は発達と疾患、医療処置、救急対応、手術、家族支援が出てきてました。発達に関しては愛着形成が出てましたね。ボルビーの愛着理論復習しておきましょう。疾患に関しては溶連菌感染後の急性子宮体腎炎が出てきましたね。これは腎機能の低下を疑ってください。またあと筋ジストロフィーはよく出てきますね。人工呼吸器管理になってます。今回の試験では非侵襲的陽圧換気療法が出てました。また自閉症スペクトラム症の患者さんも出てきて、自閉症スペクトラム症の患者さんは医療処置の時にプレパレーションやディストラクションが重要になります。また小児の救急対応で BLS が問われてました。一人法では胸骨圧迫と人工呼吸が30対2になるのですが、二人法では15対1に変わります。ただこれに関しては定期的に BLS の方法と変わることがあるので最新の情報を確認してください。小児の手術で下顎骨折に関する手術が出てました。特に疼痛コントロール PCA が出てて、小児に対する説明どのようにしていくかというところが問われていました。家族支援に関しては先ほどお話しした筋ジストロフィーの人工呼吸器や災害時の退院指導が出題されていました。続いて精神看護です。精神看護入院形態、前回も出てて今回も出てたのでまとめてみました。任意入院、医療保護入院、応急入院、緊急措置入院、措置入院で、今回の試験で出てたのは退院請求、本人及び家族等が請求できて精神医療審査会で審査されます。で、疾患では統合失調症、自閉症スペクトラム症、燃え尽き症候群と強迫性障害、うつ病が出てました。抗うつ薬として選択的セロトニン再取り込み阻害薬が出てきてました。うつ病に対する修正型電気痙攣療法。修正型電気痙攣療法って聞いたことない方もいるかもしれないんですが、全身麻酔下で脳に電気刺激を与えて一時的に痙攣を起こさせることで精神症状を改善する治療法です。なので全身麻酔のお話や治療後の専門、また合併症である一過性の記憶障害等が問われます。またうつ病では認知行動療法が行われます。社会支援では就労移行支援が出題されていました。ここで精神看護に関する過去問1問。 A さん43歳男性は統合失調症で通院していたが服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日 A さんの父親に対する被害妄想が強くなり
父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後 A さんは母親に促されて精神科病院を受診し、薬は飲みたくないけど父親が嫌がらせをするのですぐに入院して家から離れたいと訴えた。母親も入院治療を強く希望している。 A さんの入院形態はどれか。皆さんどれだと思いますか。こちら先ほど上で見ましたよね。ここは結構大事で、任意入院は患者さんの意思、医療保護入院は家族の同意があり、応急入院は患者からも家族からも同意が得られない、自傷互いの恐れなし。緊急措置入院は自傷互いの恐れあり、措置入院も自傷互いの恐れありでやらせてもらってるんで、どうですか。父親に殴りかかろうとしてる、互いありそうですね。母親に促されて家族が同意してるから医療保護入院使えそうですねと思うんですよ。ただここに A さんはすぐに入院して家から離れたいと訴えた。入院を希望してるってことで任意入院が答えになります。精神って結構人権と密接な関係があるので、任意入院が最優先です。いかがでしたか。少しでも早く勉強することで少しでも楽に国家試験合格に近づけます。これからも国家試験の対策動画上げていくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。何か質問等あればコメント欄かインスタグラムにお願いいたします。次は在宅看護と家族看護を見ていきます。お疲れ様でした。